、オートマックスボスです。ハサです。今日は、56年の KHK の紹介をします。行ってみよう。ゴー。車両紹介ですね。56年の KHK。ベースがフルノーマルであって、そこからサンド仕様兼シティバイクっぽくっていう感じで仕上げた1台ですね。サス付きが基本ですけど、はい、KR 仕様ということでリジットにされてます。フロントはノーマルの334が入って、結構お客様が持ち込みでパーツをいくつか持ってこられて、それを同時に組み込んでったって感じで、はい、結構持ち込みが多いよね。そうですね。品点数はほぼついてるのは、外装ついてるのは持ち込みですね。ここは普通ダストブーツが入ったりなかったりするんだけど、一応まあこのスプリングと、あとこの辺なんかも持ち込み、スミスのメーター、スミスのメーターがもう1個あるから、それちょっとこれが不良だったんで、はい、交換するということで、もう1個多分明日ぐらいに届くっていうことで、そしてハマータンク、あとまあニーパッドがまあどのちょっとアメリカじゃないね。車種が、そうですね。あっち系だね。ヨーロッパ系を持ってきて。そしてうちの方の製作ではまあマフラーとか、はい、ハードテール、あとはまあ全体取り付けとオーバーホールですね。とリアフェンダーも持ち込みだよね。リアフェンダー、そうですね。でスポルトテールも持ち込み、チップも持ち込みですかね。あと KR シート、この辺も持ち込みだったね。ですね。外装はフルノーマルだったんで、はい、その外装を全部お持ちになって、はい、で交換をしたって感じですね。あんまり喋っちゃうとハッサーの出番がなくなっちゃうんで、もうちょっと喋るかな。じゃあハッサーです。はい、交代します。作り物はまあ細々したこういう、ステーとかヘッドライトステーとか、ステー類が多いですかね。はい、メーターのステーとか、ハンドルもそうだね。そうですね。ハンドルも1本であるやつを切って詰めて、そうですね。ギリギリつくぐらいの幅でつけて、あとスロットルを純正のやつを抜いて、純正のハンドルから、で差し込んで溶接してます。そうね、真角と両方だね。マフラーはあれだよね。そうですね。マフラーは製作で作ってますね。210R の210R、そうですね。パイプを使ってね。これはうちで210のジグでパイプベンダーで曲げたパイプを、製作したパイプを溶接でつないでくれたって感じだよね。パイプベンダーっていうのはちなみに前に熊さんが紹介したかな。そうですね。チョッパー工場の方で、はい、軽自動車ぐらいある工場の多分6分の1ぐらいを占める。これは何ですか？この大きい機械が、パイプベンダーって言いまして、あれがないと、パイプベンダー使わないとマフラーっていうのは曲げることは難しいんですか？いや、熱である程度は曲げれるけど、はい、正確にこう均一に大きく曲げるっていうのはなかなか難しいから、小さくね一箇所クッと曲げるとかっていうのは炙って、はい、砂を入れなくてもある程度若干変形するかもしれないけど曲げることは可能。はい、でもこれはもう芯金を入れてグッと曲げてるんで、正確に機械曲げされたって感
潰れちゃう箇所があんまりできないで、そう深淵のまんま曲がっていくって感じ、はい、そういうマフラー屋さんが持ってる機械なんでねそれが工場の6分の1を閉めてる占めちゃう使わないとあそこはあれだよね作業台になってるよね結構重たいですねしっかりした鉄の塊だからいろいろ台になってる、あとはあとあれやねスイッチボックス。そうですね、こっちのこれか、これがイグニッションとホーンとヘッドライトか、はい、ヘッドライトの廃炉のスイッチがここに、これアルミで作ってます、これオーナー喜んでたね、すごいね。そうですね、ねよかったですね。なんか形がフレームになじませてすごいそうですね、スッとついてる感じですね。いい形だよね。ああととははこれか、このバッテリーのこれも多分指定ではいリチウムリチウムのやつをつけてるんで、このこのフレームにしちゃうとつけるとこがもともとってマグなんですかね。あれだよね、もともとマグ純正は、いやどうなんマグじゃないね、マグじゃないのが多い、じゃあバッテリーついて、バッテリーは多分これタンク変えてるから周波数にオイルタンクの、オイルタンクのどうだろう、向こうが左側につくのかな、ノーマルは。シュータンクつけてKR 仕様にしてるからもう行き先がないんだよね。そうですね、それで場所がないんで、つけてここぐらいしか多分つかないんで、そうですね。でもいいね、ブラックアウトされて。リチウムのバッテリーっていうのは何か特徴があるんですか？とにかく小さいね、小さいし軽いですね。軽いでメンテナンスフリーだし、いいものの安物もあるからね、いいものであればいいバッテリーだね。じゃあ価格は普通のバッテリーに比べたら高いめ。高いね。なんかリチウムのバッテリーって衝撃にあんまり良くないイメージが機械品に対してはあるんですけど、さすがに車用のバッテリーだから振動は別にいいんですかね？計算されてもリジット用ではないどうだろう。でもつけてる人がダメだったことは聞いたことないですもんね。いいと思います。はい、ちょっと細かいところちゃんとパイロット入れたり。これエンジンの KHK とか KR フレームとか、ちょっとあんまり多分ビッグツインのハーレーのこととは違う用語がいっぱい出てきてるんで、なんかその辺のあらましというか説明をお願いできますか？ KHK は最後に出たグレードで K が一番最初、52年か、52年から K が始まって、で途中 KH が入って62年ぐらいかな、で52年がさっきより60って言った 50って52年が始まりで、K が、で54、5年から KH、で最後の55年56年だけ KHK が入ったって感じで、全体的にも5年かそこなんですね。そのぐらい短い期間に初めて出たスポーツスターの元祖だから、スポーツスターのアイアンのアルミヘッドのフラットヘッド、サイドバルブだから、これで最初で最後だね、このタイプは。スポーツスターにフラットヘッドが乗ったのはこの、5年間だか6年間か分かんないけど、そのぐらいしか。でとにかくハーレーはこの時代レースだよね、もうとにかく速く走るバイクを作ろうっていうふうに言って、この KH、KHK ってなっていくたびに、速度がどんどんこう増していったっていうか、速くなるように、だから実際のスペックも確か KHK が馬力があったり、いろいろこうエンジン開発で速くするように作られたっていうのが最終 KHK でね、ジェームス・ディーンが乗っていたプレスリーあれどっちだっけ
有名な方が、どちらかが、はい、まあ調べてくれると思うけどで有名なバイクだね。じゃあまあその年式的にも球数が少ない。そうだね、まあそこそこ。じゃあ希少は希少な扱いですか、ハーレー業界では。ね、でも K1K よりも K の方が希少性あるかもしれない。始まりの方、一応持ってるけどね、あんまり売る気がなく持ってる感じなかなかないからね。その後ろの KR フレームって言ってたのは KR フレームはまあ市販されてないレーサーが KR なんでね、R はレーシング、それがまあどの時代もスポーツスター系のレーシングが R ってつくやつで、KK1KR、KR が使ってたフレームだから KR フレーム。市販されてないっていうのは逆にどうやって手に入るんですか？市販車じゃなくてレーサーだから、まあ一般車としてライトとかついてないレーサー、それはハーレー車があくまで出してたものではあるんですよね、KR も。なんでナンバーつけて市販されてなかった、ナンバーつくための車両として市販されてなかった、レース用として販売されていたのが KR、KR とか例えば WL なんかあるじゃんね、WL のレーサーは WR、まあそういう R がつくのは市販車、一般車両じゃない、レース車両。何でもそうだけどみんなレーサーっぽくやっぱこうカスタムしたり、速くしたりするのがまあ結構こういうカスタムの主流じゃないですかね。でチョッパーっぽい方と、レーサーっぽい方と昔からこう憧れる方があったんですよね。スポーツ系はやっぱり速く走る方をやっぱこうやりたくなって、ビッグツインなんかは走らせるっていうよりもやっぱチョッパーとかボバーとか、そういう形、好きな形でゆったり走るみたいな、やっぱちょっとこう祖先が違いますよね。わかりました。じゃあ一旦エンジンをかけてってみましょうか。お願いします。じゃあちょっと解説付きでエンジン始動お願いします。最初はコックですね。コックをオンでチョーク、これキャブは何ですか？リンカットです。リンカット、左出しですね。チョークを下げて、でカラキック、まあ2回ぐらいして、で心拍じゃあチョークを開けます。全開開けます。で心拍をちょっと一番遅いとこからちょっと早めにして、キーをオンでありがとうございます。かかりもバッチリ良さそうな感じです。かかりもいいし調子もいいんで、これキックは軽いんですか？キックそうですね、アイアンとかと比べると全然軽いですかね。ビッグツインと比べてもまあ軽い方だと思うんです、少し軽い、じゃあ WL とかあそこまでこうでもあんま
ダブル L とかよりちょっと重いかなぐらいの。これ車体の重さはどうなんですか？車体も結構軽いんで、まあ取り回しもしやすいし乗ってても、そうなんですね。さすがスポーティーなだけあるって感じですね。キビキビ乗れる感じですかね。これハッサーさんは、この K のシリーズは初めてですか？触ったり乗ったりは。K 昔、触ったことはあるですかね、ちょっと。でも本当ここまで全部ばらしてとかは初めてですかね。なんか結構違ったりするんですか？専用のことというか。腰下はアイアンとほぼ、なんかちょこちょこ違うとこはあるんですけど、やっぱりほぼまあアイアンと同じ感じですかね。じゃあそんなにそれについて大苦戦とかっていうほどではなかった。そうですね。整備性はいいバイクなんですか、これは？整備性、じゃあビッグツインと比べて。でもミッションがやっぱりアイアンと一緒なんで、ケースにそのままズボッて入って止めるタイプなんで、なんかやっぱ修理とかがあると、ミッションの具合が悪いとかってなると結構大掛かりな感じにはなっちゃうですかね。場合によってはそうですね、全部行かないといけなくなっちゃうっていう。ビッグツインだったらあそこだけで済むのにみたいになると。わかりました。じゃあちょっとボスを呼び戻していきましょう。じゃあ商談の時の話をお願いします。神奈川厚木の Y 様。先ほども言ったように持ち込みをふんだんにしていただいて、ノーマルパーツ、ストックパーツはお持ち帰りになって、でカスタムで基本一応戻せるっていうテーマで、いつかまた戻すかもしれないっていうことでノーマルパーツをお持ちになって、あとカラーリングなんかもまあ指定でナックルのブルーを使って後ろは黒で、いろんなこだわりがあって、こうしたいああしたいっていうのは商談の時から画像を作ってきて、本当このまんまだねCG の絵見るともうこのまんま。そのじゃあ思い浮かべてるものの正確性みたいなものは、今まででもじゃあトップクラスの。そうね、ブレてないですね詳しい方っていうことですね。まあ詳しいですね。そういうことですよね。でまあ他にもパンヘッド乗ってたり、で ご兄弟でまあハーレー乗り、で弟さんと一緒に来たりとか、厚木なんでね、まあメッカなんで。そうですね、今年のそれには間に合ってないんでね。そうですね厚木のイベントの方には、まあそれに間に合わせてくれとも言われてなかったんで、その後になっちゃいましたけど、まあでもかなり楽しみにお待ちになってもらって、神奈川厚木のお客様っていうことで、普段その地域神奈川県からのオーダーとか来客っていうのはかなり多いです。神奈川多い。なんか私の感覚としてはなんですけど、バイク屋さんあちらにはすごい数あるじゃないですか、メッカなんで、それをまあわざわざ静岡県まで来て注文してもらえるっていうのはすごいありがたいことだなと思って、やっぱ向こうでオーダーがなかなか混み合ってたりとか、いろんな背景があったりもするんですかね。一応言っていただいたついこの間の話は、やっぱりそちら側の方、神奈川の前はいろいろ乗ってヴィンテージ乗ってらっしゃる方の集団の人たちがやっぱりこううちの情報をやっぱりこうキャッチしててくれて、何々探してる何々探してるって言って、オールドマックスあったよねって言ってまあ見に来てくれたりとか、まあそういう感じでやっぱ在庫としてあるから来てくれてるっていうのは大きくあるじゃないかな。やっぱ原車見れるのは車でもバイクでも大事ですよね。ちょっとじゃあ YouTube とかで情報発信を今までも一生懸命してきて、少しでも認知されてるようになったあれですかね、結果ですかね。いつもありがたいことで、ありがとうございます。じゃあちょっと車両の話に戻りまして、そうか、カラーリング、まあ、ナックルのブルー、まああくまでも近い色で再現してほしいっていう感じで、でまあフェンダー
で基本風化してあれするんで痛めつけることはしなしに、あえて塗りっぱにして、経年劣化を楽しむっていうことはおっしゃってましたね。持ち込んでいただいた状態でフェンダーは若干慣らして塗ったんでね、こっちは。そうですね。この辺は残して、でこっちはベコベコだったんでね最初パテが入ってるやつをね、塗装もしなくてパテだけ多分打ってあって成形してあったやつを、ステートが多分付け直してるんで、火を入れたからパテをね、それで一回めくったところベガベガだったよね。そうですね。でこれはいささかそのまま塗るわけにはいかんねえということで整えたと。お客さん承知の上で、だからちょっとタンクだけパリッとしちゃってますけど、あえて塗装を傷めずにっていう感じで、なんか普通ちょっとKR 仕様というか、KR スタイルだとハンドルはやっぱ下げるんですよね。ちょっと幅の広いものだとか、ダートっぽく仕上げるパターンが多いですけど、やっぱ街乗りを楽しみたいということで、シティっぽく少しアップした感じで、ちょっとじゃあ最後乗車姿勢だけ撮ってなかったんで、ハッサさんまたいで見てもらってもいいですか。このハンドルがどんな感じか。ハッサさん身長は175です。175、こんな感じで前からだとこんな感じ。乗りやすそうですね、めちゃめちゃ。いやー乗りやすいですね、これは。ポジションは楽々で、楽々だよね。ありがとうございます。あと塗装でいうとあれだね、フロント、この後ろのリジット以外のこのフロントのあたりは、多分これオリジナルの赤サフですね、通称が出てるんで、こっちはノーマル感があったんで、後ろもあえてただ黒に塗るじゃなく、赤サフっぽく下を入れて、少しめくった感じで揃えた感じを出して、いいですね。全然あるとないとじゃ違いそうですね。もう少し時間がなんとかしてくれると思いますね。風化してくると、馴染んでくるっていうか、あのようになるこのようにこのようにじゃあそんなとこで紹介はいいですか。いいですね。じゃあエンディング撮ります。Y 様あと少しで納車になると思いますので、もう少し楽しみにしてお待ちください。この動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。オールドマックス。